うわピッカピカや。傷とかどうでした？もう傷はやっぱりちょこちょこちょっとあって、はい、研磨で取らさせてもありらったがとうございます、はい、ありがとう。もう大満足やわ。やっぱり新車で買ってもさ傷も入ってるし、やっぱり磨いてもらったら全然違うよね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそ。まあ新車でも結構傷とかお車入っていることがよくあるので、そうですね。車の方一旦確認させてもらってから、はい、中の方に入れさせてもらいますので。はい。特に大丈夫です。まあ傷とかはまあ結構あったけど、はい、まあとりあえず中入れて洗車作業していきましょう。はい。スバルさんが初めて出した EV っていうふうに、宣伝されてたので、どんな車かなというのとで、こんだけスバルスバルって言ってるから、初めて作った EV だから逆に乗らなあかんやろうと。今回トレイルシーカーが初めてスバルの太田工場で作ったというんでね、興味もあったし、トヨタにももちろん縁はあるんですけど、やっぱり僕はスバルの電気自動車が乗りたかったから、ただそれだけですね。スバルとトヨタが作った車で圧倒的にトヨタが品物がいいとかねデザインがかっこいいとかねっていうんであればちょっと悩んだかもしれないけど、大体似たり寄ったりだし、トヨタにあってスバルになかったのが遮熱ヒーターだけなんですよね。で遮熱ヒーターは僕は別にいらないなと思ってたし、でトヨタ買うとね、全車ムーンルーフっていうのかな、あれがついてくるんですよ。あんな重たい車にまたそんな重たいものが屋根にね乗っかったら、おそらくコーナリングとかしんどいやろうなと思ったんで、その辺のところはやっぱりトヨタは実利ではなくてかっこよさで売ってる車で、スバルはあえてそれをつけない、つけるかどうかお客さんに判断させるっていうね売り方をしてくれてるから、やっぱりトヨタとスバルの考え方はそこに違いがあるのかなと思って、僕はスバルの考え方の方が好きやったんでね。あのパンクはどこで刺さったのか本当にまだわからないんですよ。ただ納車して2日目に僕が会社まで大阪まで乗って行って、で乗って帰ってきた。で乗って帰ってきた時に高速を降りて300メーターぐらい走ったところにねコンビニがあるんですけど、そこへその日たまたま寄ったんですよ。なんかタイヤの運転席側やったらね、タイヤのところがピカッと光ったからね、何かなと思って見たら釘じゃないね、ネジやね。ネジがこうブランブランってぶら下がったんですよ。こんなとこにこんなん刺さると思って、ほんでブランブランやったからピッと抜いたらプシューって言うて一瞬でぺちゃんこになったんですよ。あれはね、でも僕も、車乗って初めてパンクしたんでどう対処していいかも分からへんし、で車、タイヤがぺちゃんこやからもう乗ることはできないということだけ分かってたから、もうすぐにスバルに電話して、だからスバルもういないかもしれんなと思ったけど、電話したら担当者の携帯があったからね出てくれて、で今からすぐ行きますって来てくれて、保険の方にもすぐ電話してくれて、1時間ぐらいでもうレッカーで持って行ってくれたから、あれもやっぱりスバルやからあんだけすぐに動いてくれたんちゃうかなっていうふうに思いましたね。もう一回、最後原車確認して、はい、でそこからマスキングやっていきましょう。はい。多分ところどころロング入れた方がいいけど、多分そんなロング入れるとこないな。下は上面はちょっと入れやな。ボンネットとルーフも結構下準備してる時結構線傷入ってたんで、
ちょいちょい薄いのは入ってますね、全体的に。入ってる。サイドとかは上面だけセカロンって感じでいけますかね。それなんか視聴者さんも言うててね、レボーグがかわいそうっていう意見もありましたけどね、いやいや、ええもんはええんですわ。どっちの方がええねん言われても、もうそんなんもう決めかねるし、トレイルシーカーのね、もうええのは、僕にとっては未知の車なんですよね。乗ったことない車やから。レボーグよりも速いです。でレボーグよりも乗り心地いいです。レボーグよりも静かです。全て勝ってるんですよね。一つだけレボーグの方が勝ってるのはコーナリングっていうぐらいで、それ以外は全部トレイルシーカーが勝ってるからね。 100% トレイルシーカーです。だからトレイルシーカーが入ってから、2日間はずっとトレイルシーカー乗ってました。でパンクして1週間、その乗らなかった期間だけは、レボーグに乗ってましたけど、トレイルシーカーが帰ってきてずっとトレイルシーカーに今日までずっと乗ってます。家族ではもう乗るだけやと思うんですよね。僕とレオはもう車中泊をメインで考えてるから。ただ夜だけじゃなくて日中もね、車の中で結構遊んでるんですよ。夜じゃないけどシート倒してラゲッジを広くして、そこに机置いて、僕はお弁当食べながらレオは犬の餌食べてるみたいな、そういうようなこともしながら、エンジンかからなくてもエアコン効いてるから、ちょっと昼寝して帰ろうか言うて昼寝して、ほんまに1時間2時間って寝込んでる場合もよくあります。僕買うのも多いですけど、売るのが多いでしょ。だからね、売る時にね、必ず言うのはね、めちゃくちゃ綺麗ですっていう、車が。いや僕NOJ さんで磨いてもらってるからって言ったら、やっぱりもう全然違いますわっていうのが一番多い声と、その営業マンがこれ僕が欲しいです言うてくれる人が多いんですよ。これがね、やっぱりコーティングの力やなと思いますわ。新車やけど多分ちょっと経ってると思うんですよ、この車。10段階で言ったら4とかそれぐらいですかね。最近でもやっぱ新車でも傷入ってるって結構多いんで、ところどころにピアノブラックって言ってメタリックとか入ってない素地の黒みたいなのあるんですけど、それがだいたい4から5工程ぐらい使って、車体自体はだいたい2工程ぐらいかなって感じですね。そもそもボルボは今は亡きシルバ君用に買った車で、2025年の9月に亡くなったんで、ボルボがあるだけでも思い出してしまうし、いろんなとこ行ったしね、車中泊もしたし、辛すぎてもうそばに置けなかったっていうのが本音で、ボルボさんの方にももし手放されるんやったら一日も早く手放してほしいと。であれは特別使用車の車だったから、欲しい人が並んでたみたいで、だから欲しい方がいらっしゃるんやったらぜひ次のオーナーにということで手放しました。えぐるねいやもう皆さんご存知の通り、動画の本数も一気に減りましたし、あの頃はもう1月近く出せてなかった時もあったし、もう何もする気が起こらなかったから、そのペットロスっていう言葉をね、聞いてはいてましたけど、あんなに辛いもんとは思わなかったし、実際ね、本当に寝たきりになってもう遊びにも行けない、しんどいしんどいってこう言うてる、言葉では伝えてきませんけど、もう言うてるのがよくわかる。でも生きてくれてる方がまだ良かったっていうね。もう死んじゃったらもう本当にもう何もなくなってしまったから、だからそれでもう本当に辛くて、家族もだからそれには触れなかったんですよ。ボルボを手放した時ももうない方がええない方がええというね、僕がいつもボルボを見たら思い出すからね。いやもう考えられなかったですね、やっぱり
もうシルバーは唯一無二の相棒だったし、あいつの他に、同じ気持ちで接することができるやつはおらんと思ったから、買う気は全くなかったです。いきなりじゃなくて、彼女が今のレオを見つけてくれて、レオは鈴鹿におったんですよ。鈴鹿の江南さんの店舗の中に入れて、で迎えに行ってと、可愛いワンコがいてるから迎えに行ってと言ったら、もう契約が終わってる状態でお持ち帰りくださいみたいな状態になってて、でそこまで聞いてなかったから、ありがとうなっていうので、その一押しがなかったら犬は飼えなかったし、でも嬉しかったですよ、その時は。同じ性格でももちろんないし、色も違うしね、だけど割り切って大事にしようと連れて帰ってきました。今5キロになりましてね、トイプードルって大体 3.5 キロから4キロまでって言われてるんですけど、もうあいつ5キロ超えましてね、もう今服も全然最初の頃の服はもちろん入らないし、トイプードル用の服じゃなくて柴犬用の服着てます夏になったらね、やっぱりエアコンをつけて外出したいし、車中泊でも、シルバーと2人で汗まみれになってね、車中泊したら辛い思い出もあるし、やっぱり健康のことも考えてエアコンをつけて車の中で悠々と寝れる、一晩過ごせる車って言ったらもう PHEV か EV しかないんで、シルバー号があったようにレオ号があってもいいかなと思って、タイミングよくねレオも来たし、でその頃にちょうどトレイルシーカーもそろそろ出るよっていう話もあったので、ちょうどいいなっていうので、活発かどうか分かりませんけど、もう一時の辛さはなくなりましたし、シルバーはねまだお骨で置いてあるんですよ、うちの仏壇にも備えてあるんですけど、それはそれでもう普通に見れるようになったし、レオはレオでもう毎日もう手が焼く子なんですけど、朝晩散歩に一緒に出かけてね、土日はもう間違いなくずっと一緒に車でもうあっちこっちで出かけてるんで、ちょっとの間は張りがあるかなと思いますね。そうですね、ただうまいこといくかどうかもまだ分かってないから動画には収めてないだけで、だいたいこういうイメージって出てきたらドタバタせんでいいから、動画撮り出したらね、もうちゃんとある程度形が決まってなかったらドタバタするでしょ。だからもうちょっといろんなチャレンジしてやってるうちに動画ができるかなと思ってるんですけど。いらっしゃいませ。お待たせしておりました。お世話になります。どうですか、バッチリですか。もうバッチリです。ありがとうございます。完璧です。楽しみに来ました。いや、ほんまです。はい。もうめちゃめちゃ綺麗に仕上がってるんで。ありがとうございます。はい。ちょっと黒やからね。見たらびっくりされるかなと思います。僕も撮っていいかな。どうぞどうぞ。わ。ピッカや、ピッカピカや。傷とかどうでした。もう。傷はやっぱりちょこちょこちょっとあって。はい。ちょっとソリッドのメタリック入ってないところの部分に結構傷あったんですけど、はい、そちらの方も研磨で取らさせてもらった。ありがとうございます。はい、そのソリッドのところでどこですか。ソリッドのところがね、こういうここの部分とか、こういうボディのこれあれやね、黒やから全部黒やけど、白かったらここ色が黒になってるから。そうなんですね。ちょっと見ていいですか。どうぞ。わあ、すごいわやっぱり。いやー、ありがとうございます。ホイールもありがとうございます。もう家帰って見るよりここで見る方が光の加減でどんだけ綺麗かっていうのが分かるよね。そうですね。全然もう傷一つないもんね。すげえ、ありがとうございます。やっぱり外に出てくるとやっぱり全然違うね。そうですね。また光の明かり方が変わるんで、めっちゃ綺麗はやっぱり。ありがとう。もう大満足やわ。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。僕らもそう言っていただけると嬉しいです。やっぱり新車で買ってもさ、
やっぱりなんかちょっとこうくすんでるというかさ、そうですね。傷も入ってるし、なんかなーって思ってたけど、やっぱり磨いてもらったら全然違うよね。だいぶ変わります。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまありがとう。